ました。また終わったんだけど、するまあ、いろいろ太陽80回回りましたからそれに対して皆様大変協力していただいて、大きな希望を超えるようなね、大きな法要を行いましてね、心から感謝いたします。今最近頭は動かないんですね。回りすぎたっちゃ太陽我々人間っていうのはね、瞬間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 年取ってね、変化しているんだからね、それに乗ってないから困ったりするんですね。で、物は変化していくんだけど、気持ちは変化しないことになってるんです。だから悩んだり驚いたりはするんですね。途中で考えたことはね、だから瞬間瞬間違う人間だから、今私スマナサーラという人がいてマイクロフォンというものを取ってますけど、次の瞬間でスマナサーラの2でマイクロフォン2を持っているんです。でそれスマナサーラ A がマイクロフォン2を見たら変わってるんだと分かるんです。しかしスマナサーラ A がマイクロフォン A 見ているんだから1見ているんだからスマナサーラ2がマイクロフォン2を見ているんですね。だから変わったっていうことに気づかないんです。だから私たちの自然環境も宇宙も全て一緒で変わっていくんだから自分たちが無常に気づかないんですよ。だからなんとかこれ時間そらして無常発見しなさいよと。そうするとゲタストに出しますよ。これなかなか難しい。で、花見ていると花が枯れてることを感じないんです。で、ずっと一緒に自分も変わっていくんだから。そこで花見ないで2日間見て花見たら、前にあった花が枯れてるんだと分かるんだけど、それはそれほど無常を感じたことにならないんですね。だから水に入れておけばもっと持ちますでしょうにと余計なことを考えちゃうんですね。それで仏教で教えているのはこれちょっと時間そらしてみましょうと。時間そらすことは心に可能ない。心はすごく無駄回転しているんですね。心は物質よりはね17倍光よりも17倍物質っていうのはこの素粒子だからね、素粒子のスピードは光のスピードです。心はもっと早く回転するんですね。でないと物事を認識することはできなくなるんです。だから心の無駄な回転やめて物事を見ると全て無常である、変化するんだっていうことを発見するんです。でそのために我々はヴィパッサナ瞑想を教えてあるし、それからできるだけ時間かかる作業だから妄想をやめて現実だけ確認するという訓練するんですよ。これ現実を確認していくとこの瞬間瞬間の現実を見えるようになるんです。その時初めて人が無常っていうことは分かるんですね。同時に自分も無常っていうことで分かってるんだからなんかびっくりするんですよ。何に執着するのかと、何に対して怒るのかと、何に対して落ち込むのかと。だってそれ消えてるんだから。だから我々は過去に起きた出来事に対して怒っている。もう消えちゃったんだから怒る必要はないんです。過去に対する出来事で悩んでいる。それも終わってるんだから今更悩む必要はないんです。だから
人間の悩み苦しみ落ち込みなどの精神的なものすべてこの現実的にない妄想で作った、現象、にパーリー語でパパンチェと言いますけど、この現象に作って、それに引っかかっちゃって人間の悩み苦しみっていうものがあるんですね。だからこの瞑想してこのパパンチェの状況を破ってみてくださいと。今の瞬間を知ることにしてくださいと。今の瞬間すると自分というもの消えちゃうんです。自分っていうのは過去長い間の経験まとめた塊なんですね。消えたものは消えたんだからまとめることは不可能です。我々誰にだってもしかすると子供の頃あったんだけど、今更その経験持っていったっても思い出したっても何の役には立たない。その人々はもう死んじゃったんです。瞬間瞬間死ぬんです。で、死ぬっていうことはこのソリューションレベルで考えなくちゃいけない。物事は存在しなるのはもう波長2つ、ソリューションの波長と心の波長。だから物質は存在しない。だから今マイクロフォン見えますけど、マイクロフォンっていうのはいくつかの波長が交差するところでマイクロフォンのような幻覚錯覚が起こる。でエネルギーとエネルギー触れるんだからもう触ったら感じることもできる。だから触ったら感じるんだから取ってみたら重く感じるんだから、あると思うんですよ。取ってみたら我々は重さ感じるんじゃなくてこの地球に引っ張る力を感じてるだけ。これ触ったらこちらにある熱が交換するんですね。それ感じるだけ。だから地水化風というね4つのエネルギーがもう流れるんだから、地水化風っていうのはこの素粒子の流れなんですね。科学では素粒子たくさんあるんだけど仏教では4つしかないし二次的にあと4つ現れますから8ですね。でそれはちょっと科学とは変わりますけど、だからこのエネルギーとエネルギー交差するところで別な流れが現れますから、それは我々はあると錯覚するんです。で手を伸ばしてこれ触っちゃうと体でそう感じる。感じたことで私の心がこれ目の感覚も取って過去の経験も取って組み合わせてマイクロフォンだと思っちゃいますね。だから瞬間だけで見るとマイクロフォンは存在しないんです。物事は存在しない。すべてずっとスピーディーに光の速度で全部変化しているだけ。でそこでやっと初めて自分というものは錯覚であると発見するんです。自分が錯覚であるならば悩みも落ち込みも煩悩も渇愛も何もなくなっちゃってものすごくフリーになるんです。これは仏教でいう下脱なんですね。でそういうことを今皆様いろいろやってる間で考えてたんです。ありがとうございます。